皆さんこんにちは、ガジェログです。Amazfit から出ましたアクティブというスマートウォッチをスペック解説していきたいと思います。ご存知のように昨年 Amazfit GTS4 mini というこのようなスクエア型の大ヒットモデルが発売されています。その後継を待ち望んでいる方も多くいらっしゃると思いますが、定かではありませんが Amazfit アクティブがその後継に位置づけられるんじゃないかなというふうに思いました。というわけで Amazfit グローバル公式サイトの情報をこのように日本語翻訳してお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず最初に出てきましたのは、一緒に暮らします、スタイルとエネルギーとありますが、バリエーションになりますが、今見ていますラベンダーパープル、ミッドナイトブラックですね。加えてペタルピンクと出ています。バリエーションとしましては、やっぱりね、女性向きのカラーリングが多いんじゃないかなという気はします。そして本体のみの重さだと思いますけども、24g となっていて、非常に軽量ですね。そしてスタイリッシュなステンレスフレームと出ています。そして快適なシリコンストラップということで、おなじみの装着のしやすいストラップがついています。加えてこのデザイン見ていただきますと、サイドボタンがついていまして、このように縦型になっていまして、指に刺さるような感じではなく、非常に押しやすいんじゃないかなと思います。加えてここに2つ穴がありますけど、これはマイクじゃないかなと思われます。そしてディスプレイの情報になります。サイズは 1.75 インチの大型のアモレッドディスプレイということです。そして画面の PPI ですね、341ppi となっていますので、なかなかの高精細のディスプレイとなっています。そしてウォッチフェイス、文字盤となりますものは100種類以上用意されています。またアモレッドディスプレイということで、しっかり常時表示ディスプレイAOD も搭載されています。また編集可能なウォッチフェイスとありますけども、こういった部分ですね、バッテリーの表記の部分やまた歩数計の部分とかですね、こういった部分を変更するカスタマイズ性がついています。そしてバッテリーに関して情報になりますが、一般的な使用方法であれば14日間となっています。このあたりを見ますと GTS4 mini と同等の性能と見えてしまいますね。そしてもっと動いて気分が良くなったと出ていますけども、活動的な体には回復した心とあります。最近 Amazfit が推していますレディネスという機能がアクティブにも搭載されていました。このレディネスの機能っていうのは、睡眠安静時の心拍数、睡眠時の心拍数の変動、呼吸の質、体温に基づいて生成される独自の朝の準備スコアとなっていまして、精神的および身体的状態に合わせて調整されますと出ています。心身合わせたバッテリー残量という感じですね。ストレスは抱えていないけど体が非常に疲れているといっても、この数値がね下がってくると、そういった内容になっています。ここのスコアに関しまして1時間ごとに1ポイントスコアが下がる、そうした仕様になっています。ですので日常生活をしていても1ポイントずつずっと下がっていきますので、最低でも1日で24ポイント下がるということですね。睡眠やまたストレスをね緩和させることによってここの数値がまた回復する、そうしたイメージになっています。そしてスポーツモードですね、ワークアウトの情報になりますけど、アクションを選択してくださいとありますが、選択できるスポーツの種類は120種類以上となっています。このスポーツモードに関しましては、もし GTS4 mini の後継モデルであれば同等クラスとなっています。そしてより多くの衛星信号、干渉が少なくなります。より高い精度と出ていますが、遠変波の受信ができる GPS アンテナが入っています。すごいですね。このモデルにも遠変波の信号を受信できるアンテナが搭載ということです。つまりアメリカの GPS、グロナス、ガリレオ、ベイド、そして日本の QZSS ですね。おそらくこの5種類が受信できるものと思われます。また他の機能としましては、ルートのインポートとナビゲーションということですね。そしてアクティビティを共有するということで、Apple Health や Google Fit などのサードパーティー製アプリと連携させる機能もついています。他にもアディタスランニングやストラバ、コムート、リライブと連携させることもできます。そしてここも新しいですね。音楽の保存と管理ができるようになりました。GTS4 mini の場合は音楽再生コントロールのみになりまして、保存はできなかったんですね。もしこれが後継機種に当たるのであれば保存ができるということでね、結構進化したんじゃないかなと思います。そしてスポーツモードに関しましては7つのスポーツで自動検出機能がありますので、そのスポーツを自動的にインテリジェントに認識して、今ウォーキングしていますかとか、ランニングしてますかとかね、そういった風にウォッチが教えてくれます。
そしてここも嬉しいですね。ライブスポーツデータブロードキャスト機能ということで、ワークアウト中のステータス情報、ウォーキングの場合1キロ到達しましたというようなことが読み上げる機能がついています。パフォーマンスを確認するために手首を上げる必要はありませんよと出ていますね。これはいいですね。ただ言語に関しまして日本語に対応しているかどうかは不明です。そしてもちろんヘルスケア関連も充実しています。心拍数、血中酸素レベル、そしてストレス測定、そして睡眠測定ですね。前のモデルからもそうなんですが、24時間の測定に対応しています。そして健康データの異常な測定値をリマインダーで教えて常に注意を払いますということで、心拍数が高すぎたり低すぎたり、血中酸素も同じですね。加えてストレス測定も値が高い時、低い時にアラートする機能がついています。そしてワンタップで心拍数、血中酸素、ストレスを測定する機能ももちろんついています。この辺は Amazfit ね、昔から搭載されている機能となっています。そしてここには記載されていませんけども、ZEPOS は 2.0 となっています。ここ最近出ました Amazfit バランスは最新バージョンの 3.0 搭載となっていますけども、 2.0 といえどもね、こういったミニアプリをインストールする機能がついていますので、 ZEP アプリから使いたいアプリをダウンロードして使用することができます。またここもね、ちょっと目玉機能かもしれませんが、なんと Bluetooth 通話に対応していますね。携帯電話の Bluetooth 接続を介して時計は着信に応答したり、発信通話にダイヤルしたり、携帯電話のカメラや音楽を制御したり、通知を同期したり、 Android のみのサポートになりますが、クイック返信機能もついています。そして Amazon の音声アシスタントにもしっかり対応しています。また会員カードですね。これもここ1年ほどいろんなモデルにも搭載されてきていますね。会員カードということでバーコードを表示させる機能になっています。ではまだ触れていない詳細情報の中で気になる部分を見ていきたいと思います。本体の材質がしっかり出ていますね。アルミニウム合金プラスプラスチックと出ています。そしてラベンダーパープルの色に関しましてはステンレスとプラスチック素材ですよということで、なんとカラーによって材質が違っていました。ですのでミッドナイトブラックとペタルピンクに関しましてはアルミニウム合金とプラスチックの材質となっています。ラベンダーパープルに関しましてはステンレスとプラスチック素材ですよと出ています。これちょっと意外な感じですね。そしてディスプレイの解像度触れていませんでしたが 390×450 ということでサイズの割に高精細となっています。加えてタッチスクリーンと出ていますが、表面にしっかり指紋防止コーティングがされていて強固なガラスが使われています。またバッテリー容量ですけども 300mAh と結構大きめのものが積まれていますね。それゆえに最大一般使用で14日間ということになっています。そしてセンサーのとこ見ていただきますと温度センサーが搭載されています。もしかしたらですけどもレディネス機能が搭載されているゆえに皮膚の表面温度を検知するセンサーが搭載されていると思われます。そしてここには書かれていませんが、やはり周囲光センサー、環境光センサーが入っていて自動調光にも対応しているんじゃないかなと思われますが、そのあたりはね実機で確認してみないと分かりませんね。そしてモーターと出ていますけどもローターモーターですね。いわゆるバイブで使われる振動を起こすものがローターモーターで回転式になっていました。ということで上位モデルはハプティック系ですね。リニアモーターと出ていることが多いんですけど、回転式ということでね、これ従来の昔からあるタイプの振動だと思われます。そしてバンドの幅は 20mm となっています。加えてですね、先ほど音楽保存できますということだったんですが、最大で250メガの保存領域があるということですので、例えば MP3 データですね、5分のデータですと50曲ぐらいが目安かなという気はします。ということでざっと見てきましたけども、気になる価格になりますが Amazfit グローバルのサイトには価格に関する表記が出ていませんが、調べましたところ 139.99 ドルとなっていました。10月26日現在の1ドルあたり150円というレートで換算してみますと約 22,500 円となりました。ということで昨年の Amazfit GTS4 mini の価格を思いますと2万円台入ってしまいましたので、ここ最近の円安の影響をやはりもろに受けてるんじゃないかなと思われます。とはいえ順当に進化しているということもありますし、より高機能になっているということで待っていた方にとってはね待望のモデルじゃないかなと思います。おそらく日本市場にも投入されるというふうに考えられますので、今後の情報を待ちたいと思います。というわけで気になった方は概要欄にリンクがありますので詳細情報をご覧いただければと思います。この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。